脳脊髄液減少症の患者は今もなお損害保険会社の無理解によって苦しめられている。この現実を私たちは決して見過ごしてはならない。何の罪もない人が自動車事故によって人生を壊される。その原因が怪我そのものではなく、被害者を救うはずの制度だったとしたら、それはもはや事故ではなく人災である。交通事故の被害に遭いながら正当な保障を受けられず、経済的にも精神的にも追い詰められ、生きる力を奪われてしまった人がいる。命を落とすには至らなくとも働くこともできず、家族に介護を強いるほどの苦痛に耐え続けている人がいる。交通事故も治療も保障も途絶え、支えを失い孤立する。保障の手が一切差し伸べられぬまま、生活は絶望的な状況へと追い詰められていく。彼らをここまで苦しめたもの、それは被害者の命よりも企業の利益を優先する損害保険制度の実態だ。脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症は、事故の衝撃によって脳脊髄液が漏れ、激しい頭痛、めまい、倦怠感など全身に及ぶ深刻な症状を引き起こす。見えない大怪我であり、外見からは分かりにくい。今も多くの被害者がこの病とずさんな制度による二次被害に苦しめられている。被害者を待ち受けるのは強制加入の自動車損害賠償責任保険と任意保険制度。とりわけ任意保険制度の実態は、救済どころか被害者の苦しみを深める制度の闇に他ならない。脳脊髄液減少症を診断できる病院は全国的に限られています。事故後に救急搬送されても、専門医にたどり着くことは容易ではありません。多くの被害者は初期段階で近隣の整形外科を受診し、専門外の医師によって脳脊髄液減少症は見逃され、鞭打ち症として処理されてしまいます。症状が改善しないまま医療機関を転々としても、的確な治療には結びつかず、時間だけが過ぎていきます。根本的な治療が行われないまま、医療費やリハビリ費用、休業保障などで自賠責保険の限度額120万円は瞬く間に尽きてしまいます。その後の費用は任意保険会社の負担となります。事故からおよそ90日が経過すると、本疾患の場合、担当者の態度が急変するケースが過去に数多くありました。自社の顧問医に診断をさせ、すでに症状固定期に来ていると一方的に判断し、治療費の打ち切りと症状固定を強要するのです。医療費は損害保険会社の立て替えで支払われているため、多くの医師は抗うことができず、治療は強制的に終了させられます。被害者が脳脊髄液減少症の可能性を訴え、転院を求めても、事故担当者は、今回の事故とは関係ない、裁判でも認められないと冷酷に言い放ち、専門医の受診を徹底的に妨害します。たとえ事故直後に脳脊髄液漏出症と診断されていても、同じ否定が返され、治療の道は閉ざされてしまいます。
なぜ損害保険会社はここまで主治医の診断を否定し続けるのでしょうか。その背景には組織的な指導が存在すると言われています。2018年から2023年にかけて、ごく一部の反対派医師が全国を回り、脳脊髄液漏出症は存在しない、保険金目的の詐欺だと損保会社の社員に教え込んできた過去がありました。社員たちはその言葉を信じ、マニュアル通りに支払いを拒否します。裁判になれば、その反対派医師が高額な報酬を受け取り、反対意見書を提出します。医学の名を借りて患者を切り捨て、救済のための保険金よりも患者を否定する報酬の方が高い。このような状況が今もなお続いているのです。専門医の診断書が存在していても、その病気は嘘だ、詐欺ではないかと断じ、被害者の尊厳を踏みにじる。それは単なる支払い拒否ではありません。被害者の尊厳を奪い、社会から抹消しようとする行為であり、明白な人権侵害なのです。後半も見てね。